今日は幻想的で浮遊感のある音楽、サイケデリックのスタイルを解説するよ。サイケデリック音楽とはどんな音楽か。これを人に説明するのは結構難しい。一般的には夢のような雰囲気とか浮遊感があるとか言われているけど、一方でサイケデリック要素の強い曲は奇妙で受け入れにくい面もあると思う。まあ言葉で説明しても仕方ないね。あとは実際に曲を聴いてみた方が早い。サイケデリック音楽は1960年代、当時のロック界隈で生まれた音楽。音をエフェクターで大幅に加工したり、ロックでは使わない楽器を使ったりした。初期のサイケデリック音楽のジャンルはスノでも効果のあるものが多いけど、音質が良くないし効果も不安定で使いにくいから今回の動画では解説しない。スノで初期のサイケデリック音楽を作るならネオサイケデリアがいいかな。初期よりは少し時代が後の音楽だけど、サイケデリックらしさは強く出せるよ。スペースロックはサイケデリック音楽の強い音の加工に影響を受けたロック。過剰にエフェクトをかけた音やシンセサイザーの音を使ったりするよ。ただそれ以外の点ではロック要素が強い。サイケデリック要素は控えめだよ。スペースロックの強いエフェクト効果を引き継いで発展したのがシューゲイザー。激しく歪んだノイズのようなギターと弱く静かな曲調とボーカルが特徴だよ。音楽的に正反対の要素を持っている。シューゲイザーは非常に面白いスタイル。激しいギターサウンドを入れつつ曲の激しさを抑えられるスタイルだよ。このチャンネルでもよく使ってるから、もう効果を知っている人も多いだろうね。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。サイケデリック音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。サイケデリック音楽の一番の特徴は非常に強いエフェクトがかかること。そのエフェクトが幻想的で浮遊感のある雰囲気を作っているわけだね。ただサイケデリック音楽はそれだけが特徴の音楽ではない。どこか奇妙で不自然な感じのするその雰囲気もサイケデリックの特徴だね。この奇妙さを音楽的に説明すると意図的に不自然な音を使っているんだ。ホラーとか前衛音楽の奇妙さと音楽的には似た方向性と言えるね。
スノは音楽的に不自然な音を自然な音に修正してしまう傾向が強い。だからサイケデリックの奇妙さは他の曲と混ぜると消えやすいよ。奇妙さを消して幻想的で美しい綺麗な部分だけを使うのもいい。ただあえて奇妙さを残した方がサイケデリックらしい曲にはなると思う。サイケデリック音楽は主にロックで発展したジャンルだけど、他のいろいろなジャンルにも影響を与えたよ。後半はその派生ジャンルを聞いていこうか。ドリームポップは一言で説明すると、ギターのうるさくないシューゲイザーだね。シューゲイザーよりもドリームポップの方が先に誕生した音楽ジャンルだから、より正しく言うならドリームポップのギターをうるさくしたのがシューゲイザー。ドリームポップは強いエフェクトをかける。それ以外の効果があまりないから幻想的で浮遊感のある雰囲気にする。そんな効果のスタイルとして使いやすい。トリップホップはヒップホップにサイケデリック系の要素を混ぜた音楽。強いエフェクトによる浮遊感とヒップホップの暗い雰囲気が混ざった感じ。スノだとサイケデリック的な雰囲気はそこまで強く出ないことが多いね。そしてサイケデリック音楽が強い影響を与えたのは EDM。 特にサイケデリックトランスが有名かな。この系統の音楽は V 音の時に解説したけど、当時の V 音では効果がなかったけど V5 現在では効果のあるジャンルがあるよ。ニツホノットはイスラエル発祥のアップテンポになったゴアトランス。曲調はゴアトランスに似てるけどスノにおいては効果が大きく違う。ゴアトランスはインド風のメロディーを使うのが特徴のトランスだけど、スノだとその特徴が出にくくて普通のトランスになりやすい欠点がある。でもニツホノットはインド要素が強いよ。トランスの単語を使わないからだろうね。だからスノではゴアトランスよりもゴアトランスらしい曲を作れるスタイル。ただ不思議なことに小文字のニツホノットだとインド要素が消える。だからインド要素を出したいときは頭文字大文字のニツホノットを使おうね。小文字のニツホノットも面白い効果だけどサイケデリック界で話すことではないかな。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。消えない声がささや
サイケデリックに影響を受けた音楽のスタイルを聞いてもらったよ。ここまで解説しなかったんだけど、サイケデリックの特徴はもう一つある。それは東洋系の民族楽器を使うこと。特にインドのシタールは非常に多用される。ただスノのサイケデリック系スタイルはどれも民族音楽要素が弱いんだよね。だから民族音楽要素を入れたい場合は楽器スタイルも入れる必要があるよ。それじゃまたね。